最近は横向きで弱った小魚のようなルアーを研究していた。コンセプトは横向き、S 字アクション、ジョイント。だけどジョイントルアーの作り方はよくわからなかったので試行錯誤しながら作っていた。なんだかんだルアーはできたんだけど納得できなかった。ジョイントの隙間が広いのと重量設定が気に入らない。なので今回はとりあえずこの課題を修正したルアーを作るところから始める。ベースは前回作ったのと一緒。重りを 1g 追加したぐらいだ。ジョイント構造はどうするんだ？はい、それは V 字切り込みタイプを採用します。コーティング過程で複雑な構造は形が崩れるのでなるべくシンプルな構造を採用します。コーティング全部終わってからぶった切れば良いんじゃないのか。それもありですが失敗したら全てが終わりなので失敗してもストレスで10円ハゲができないところで構造は作ります。そうか、お前失敗ばかりだからハゲだらけになっちゃうもんな。そうなんです。とりあえず設計としては完了したので作っていく。木材の成形が終わりました。制作映像はありません。時間短縮ってやつです。撮影サボっただけだろ。ここからボディをぶった切る。今回は V 字に切るので前より加工は難しい。目安用の中心線はあらかじめ開けてある。ここを基準にどうにかして V 字に切る。そんで良い感じの道具ないかと探していたらリューターが良い感じだった。こうやっておくと水平が出ている。これでまっすぐ切れる保証がぐっと上がったので適当なジグを作ってルアーを固定する。中心線で作った穴に釘を通してルアーを固定する。穴は直角が出ている時に開けているのでまっすぐ開いている。あとは切りたい角度を合わせて水平で固定したリューターで切ればまっすぐ切れるはず。いきます。全部切るのは無理だった。なんでだよ。刃が丸なので全部切るには角度的に無理でした。残りは手動で切っていきます。切る基準はあるのでまあ大丈夫でしょう。お前の精度って何なんだよ。ノコギリは刃が薄いものを使う。さっき作った基準線をもとに慎重に切っていく。切断が終わった。まだ基準で開けた穴が残ってるので削って調整する。削って調整するなら今までの過程なんだよ。適当に切ってよかったですね。やってみないとわからないこともあるということでボディの調整をして内部構造まで完成した。 V 字切り込みだとヒートンの穴も開けづらい。どうやって開けたんだ。そりゃ感覚ですよ。お前もう精度求めるのやめろ。ボディの連結は U 字の線とヒートンでする。何のためだ。少しでも横方向の可動範囲を制限するためです。横方向もグニグニ動いたら変な動きになりそうじゃないですか。取り付けはこんな感じ。あとは前側に差し込む。仮組みが終わった。前回よりもジョイントの隙間はなくなったが可動範囲も狭くなった。こっちのがリアルな動きが出そうな気がする。今のところは良い感じでできたと思う。ここからはコーティングをしていきます。ただジョイントは気泡ができやすいので今回は最初に2倍に薄めたセルロースに30分ほど漬け込んでみます。珍しいことするな。前にコメントで気泡対策に教えてもらいました。実際に試して効果を体感してみます。かなり泡が出ます。これは期待できそうだ。そんなわけねえよな。もちろんです。ボディをぶった切る前まで帰ってきました。次はこんなやり方で作ってみます。ジョイントボディの成形を最後に移したやり方です。どうしてだ。ヒートンの位置は重要だと思ったので面があり
まだ精度を出しやすい時に穴を開けたかったからです。面があればジグが使えます。これで最初にジョイントボディを作ったやり方より正確にヒートンの位置を決められます。実際に作っていく。まずはまっすぐ切断、そしてヒートンの穴開け、必要な深さまでマスキングテープで目印をつけてある。最後はジョイントボディの成形、マスキングテープで成形するラインの目印をつけてある。あとはリューターを使いボディの成形をしていく。成形が終わった。形は最初に作ったのとあまり変わらない。ただ調整はしやすかったので綺麗に作れたと思う。最初に作ったのは調整で無駄に削ってしまった箇所もある。ヒートンの穴の位置も結構ブレている。作る手順としては新しい手順のが良さそうだ。コーティング中は暇なのでこの間にもう一つの研究を進める。こっちは普通の研究でよくあるシンキングペンシルをただレンジキープしやすくしたいだけの研究だ。難しいのか。はい、今年すでに2度失敗してます。レンジキープしたい理由は何だ。上手い人は狙ったレンジをいろんなルアーで通せるんだと思いますが、私下手なんでルアーが沈んだレンジをそのまま進むルアーが欲しいんですよ。ラパラカウントダウンみたいな使い方ができるのが理想です。それならラパラ使えよ。自作ルアーが良いんです。うるせえよ。レンジキープするためには単純にラインの引っ張る力とルアーの水に止める力が一緒になれば良いだけです。話では簡単ですが水の中は複雑です。そこで物理学の力を借ります。お前物理できるのか。はい、昔は物理について勉強したものです。ガリレオで。テレビドラマじゃねえか。そんで空気中や水中では揚力と言われる世の中のルールが発動する。ゲームみたいに言うな。パッと学んだ限りでは物体の周りを水が流れる際に流れる速度が速い方に物体が引き寄せられる力だ。物体の周りを流れる速度は物体の形で変わるらしい。レンジキープするためにはラインで水面に寄せられるので同時力でボトムに向かう力が欲しい。ルアーに求める力としては頭を下げて尻を上げる状態になる。そんで考えた結果こんな感じの形状を作ってみた。お尻を下げて流れる時の抵抗を上げてある。これで私が学んだ揚力の理解が間違っていなければ前と後ろで流れる速度差が生まれてお尻側のが揚力が強くなるはず。これでボトムに向かう力が生まれるはずです。ほんとかよ。知りません。あとは試してみるしかありません。散々語って結局いつも通りじゃねえか。そしてサクッと設計して印刷、内部設計、型取り、切り出し、成形、内部構造、完成。想定する揚力を得られるボディ形状ができた。市販のシンキングペンシルではあまり見ない形状だ。尻尾の曲がりが水の抵抗になりボトムへ向かう力が得られるはず。出来上がりが楽しみだ。そんでこっちのコーティングが終わった。塗装をしていくが今回はヒートンを塗装後に接着する。なのでこのままでは塗装がしづらい。だから仮留め用のピンを作成した。これでボディを連結してから塗装をする。これなら動かないので結合してから塗装をするよりも塗装もしやすい。準備ができたのでサクッと塗装しました。ヒートンを取り付けていきます。今回使うエポキシは速乾タイプです。前回使ったダイソーは乾燥が遅く固定がめんどいので変えてみます。接着は後ろからやっていきます。前側より後ろのがヒートンの位置がシビアだからです。そして接着完了です。やってまいりました。第2回ヒートン強度選手権です。今回はいきなり5キロから開始です。なんで完成品でやんだよ。現場で使う方の強度が分かった方が
安心できるからですよ。魚釣って壊れるより今壊れた方がマシでもあります。珍しくまともなこと言うな。そんで普通に上がったな。はい、今回のヒートン構造も問題なさそうです。次は実験場で動きの確認をします。S 字アクションのきっかけが出て浮き上がりもゆっくり。前回の問題点は解決できてそうだ。これなら現場確認に行けそうだ。だけどその前にやっておきたいことがある。ちょっとしたことなんだけど改造しておけば便利かなと思った。今まで何気なく使ってたルアーボックス、カラビナ対応にしました。釣りしてる時にカバンに毎回しまうのめんどかったんですよね。すぐさまルアー交換できるのでこれで釣れる魚も増えるはずです。増えねえだろ。こんなことしてたらレンジキープしたい。シンキングペンシルも完成しました。実験場で確認する。まずはシミーフォール。センター重心なので発生しやすい。これはカウントダウンするルアーで武器になる。泳ぐ姿勢はこんな感じ。引っ張る速度はスローだが良い感じ。水中にとどまる力も今まで失敗した。シンキングペンシルより良さそう。早く引っ張ってみても水中から飛び出す感じはなかった。これは流れが強い場所でも大丈夫かも。テールの向きで上下の進む方向は制御できそうだ。さすが物理。テールの向きで上下の方向か。ただ巻きでバサロアクションが出せる予定のルアーが完成しました。予定かよ。それより無駄にカラーこだわってるな。メカメカしかったのでスチームパンク風にしました。ハンドメイドルアーだからできる遊びですね。これで人間が爆釣です。魚を釣れ。ボディ形状は上下左右対称でテールにはフィンがついてます。上下にルアーを動かすには横方向に力を逃げない形状、そして上下方向に力が発生する仕組みが必要だと考えました。問題が上下方向に力を発生させる仕組みでしたが、フィンをつけ上下に動くようにすることで水の抵抗と揚力の向きを入れ替え続けることができると考えたわけです。このアイディアは前の2個のルアーを作ったから思いつきました。今回の動画は上下にくねくねさせるルアーに全てつながっています。1個ずつ動画出せばよかったのにな。私無駄に引き伸ばすの嫌いなんです。動画編集めんどいだけだろ。実験場で確認する。上下方向の動きは出ていそうだが実験場が狭くてよくわからない。風呂場だもんな。いえ、実験場です。うるせえよ。水中映像でさらに確認してみる。上下に動き出してるな。はい、まだ油断はできません。初動では動いてそうですが、これが継続して動くのかが問題です。ですが、やはり実験場が狭くてよくわかりません。ここまで来たら広い場所での確認が必要です。現場確認に行く時が来たようです。現場に到着。明るいな。はい、デイゲームがやりたかったです。おやつもちゃんと持ってきました。300円以内だろうな。はい、
632円でした。オーバーしすぎだろ。最初は上下にくねくねさせたいルアーから確認する。優しい感じで上下にくねくねしている。弱った魚をイメージしたいルアーだからこれでも良い気がするが、もっと動きを良くしたい気もする。フロントに重りを追加とテール側はサスペンドになるように重りを追加した方が良いかも。次は前回から改善した弱った小魚フローティング S 字アクションを確認する。略して弱った小魚 FS。 良いネーミングだ。そんなことねえだろ。小刻みな S 字アクション悪くない。だがレンジが結構入るみたい。推定1メートルはレンジ入りそう。表層をヨタヨタさせるイメージだった。これはこれで使ってレンジは改善ポイントだ。レンジが入るとゆっくり浮かぶのが逆にダメそう。最後はレンジキープしたい進展です。アクションは I 字系だった。バチ抜けや弱いアクションが欲しい日に良さそう。手前の確認だとレンジキープ能力は悪くない気がする。一通り確認が終わったので釣りしていく。弱った小魚バサロをメインにストラクチャー狙いで攻めていく。何ひっそり名前つけてんだよ。略して弱った小魚 SB。 うるせえよ。反応がなかったらどんどん移動していく。これがランガンだ。だからなんだよ。移動しながら岸際を攻めるのを忘れない。岸際は結構釣れるんだ。闇雲2河川の中央に投げるなら岸際を投げた方が良い。ちょっと来なかった間に謎のストラクチャーが増えている。これだから自然の遊びは面白い。それからもストラクチャー攻めたりルアー変更したり、どんどんと河川の上流へランガンした。損で糸くず拾ったり。ポイ捨てかっけーは中学生までだぞ。中学生でもダメだろ。休憩挟みつつ3時間ほど投げましたが何も釣れませんでした。いつも通りだな。ですが角ルアーの調整点がよく分かったので収穫はありました。魚釣りは釣るだけが楽しみじゃないんですよ。うるせえよ。帰ってきました。ルアー1個足りなくねえか。こないだ爆風の日に釣り行って根がかりしてなくしました。ダメじゃねえか。はい、反省のゴミ拾いします。気を取り直し残ったルアーたちの感想です。弱った小魚 FS は前回の改善はできているので個人的には良い感じでした。ただ思った以上にレンジが入ってしまったので本来使いたかった表層ではなくミドルレンジタイプになってしまいました。ここは要調整です。まずはラインハンガーの位置を調整してアクションとレンジの良い場所を探したいところです。そして弱った小魚 FB です。バサロアクションに挑戦するのは初ですが良い感触は得られました。改善点はまだまだたくさんあります。まずは各所の重さを調整してもっと良い動きにならないか確認したいところです。テール側の浮力が動きの邪魔になってる感があるのでサスペンドになるように調整したい。そうすればした方向もスムーズに動く気がするんだ。そしてフィン、これは現場に行かないとわからなかったことでこんな感じでフィンが引っかかる時があった。これだと性能を発揮できない。フィンの取り付け部の穴をもう少し縦長にして引っかかることがなくなるようにしたい。今回のルアーはこんな感じで調整したい。早速取り掛かろうと思ったけどやっとカゲロウ 124F が買えた。現物が手に入ったのでインスパイアしたルアーも作りたい。何からやろうか悩ましいところ。また次回の動画もお楽しみに。